始まってるかな？うん、始まってますね。はい、皆さんこんばんは。ドクタビ TV の徳富です。今日は2024年10月15日火曜日。最近では、この徳旅 TV では、毎週火曜日と金曜日の週2回、22時からライブ配信を行っています。で、今日は火曜日ですね。先週は、先々週からか。10月の1日から、9日まで、7泊9日でタイに行っていました。で、それからね、今、メイン動画の方では、2024年8月のタイの旅の様子の動画をアップしていて、で、先週の土曜日にアップした225時間を10分にギューッと濃縮したという動画が、多分最終回。本当はもう一本ね、いくら使ったかという動画もアップしようと思ったのですけれども、それは後日に回しまして、明日の10月16日水曜日の18時に、この10月の旅の新シリーズの動画をアップしていきます。出来たてほやほや、生きたてほやほやの動画ですね。さて、で、このライブでは、タイからちょっと離れまして、以前の旅の様子をお話ししようと思います。で、今回お話ししていくのは、2016年12月に行ったチェコの旅です。この旅は個人で旅行に行ったわけではなくて、チェコ政府観光局だったかな？もしかしたら観光庁かもしれないですけれども、そちらの方からご招待されました。ブロガーツアーということで、当時、その旅のブログをたくさん書いていた人たちを集めて無料招待して、そしてチェコの様子をブログで紹介してもらおうという企画ですね。で、その一員に僕も選ばれまして、チェコに行ってきました。多分ね、個人では絶対に行かないだろうなというふうに思っていた国ですね。今現在でもだいぶ遠いですね。僕にとってはかなり遠い国です。さあ、そんなチェコの様子を今日はお話ししていこうと思います。順番に、今からもう8年前のお話なので、今のように僕は動画を撮ってないんですよ。基本写真でチェコを撮影してきました。で、その写真をスライドショー的に解説を加えながらお話を進めようと思います。まずは最初の1枚ですね。まずこちらからご覧ください。これは、飛行機ですね。往復で利用した飛行機はターキッシュエアラインズのものでした。トルコの航空会社です。ナルタからイスタンブールを経由して、トルコのイスタンブールを経由して、チェコのプラハへと向かいました。成田を22時25分、夜に出発して、そしてイスタンブールに翌朝の早朝5時ですね。で、3時間25分後、8時25分に乗り継ぎの飛行機に乗り換えまして、プラハに9時5分に着くというプランでした。プラハ9時5分ってことは、日本時間で言うと16時5分。ということは、日本から18時間だ。日本からチェコに行くまで18時間もかかりました。この前行ったタイの場合だと7時間、直行便だったら7時間かからないくらいですよね。だいぶ遠いです。ヨーロッパは遠いですね、やっぱり。しかも乗り継ぎもありましたので、その分どうしても時間がかかってしまいました。確か、日本からチェコへの直行便って、この当時はなかったんですよ。
もしかしたら今もないかもしれないですね。ない、多分ないと思います。どうしてもどこかで乗り継ぎ、近いところだとソウルとかかな。韓国乗り継ぎの航空会社も多分あると思いますね。さあ、そんなこんなで、ほとんど一日仕事ですね。プラハまで、チェコのプラハまで行くのは。そしてプラハでは、マイクロバスっていうんですかね。そんなに大きくない観光バスではないバスが待っていてくれまして、これでご一行をプルゼニュという町に連れて行ってくれました。もしかしたらプルゼニュと聞いたらビール好きの方はピンとくるかもしれません。ピルスナーウルケルというビール工場がある町ですね。さあ、このね、バスの中からの景色もご覧いただきましょう。多分ね、なんてことのない街の風景を撮っているかのように見えるかもしれませんけれども、実はこの写真には大きな特徴があるんですよ。日本にはないと思う。ないです。今もあるのかな。もしかしたら一箇所だけでもそれは公道にはないもの。そう、これね、公道上に日本にはない何かが映ってるんですよ。この道路のね、上のところを見てください。電線が2本ありますよね。これ、電線ではないんですよ。河川なんですよ。河川なんですけれども、路面電車の河川ではありません。そう、こちらです。ちょっとね、見えづらいかもしれませんけれども、トロリーバス。そう、電線から電気を、電線からの電気で走っているバス、で合ってると思います。ガソリンではない、ディーゼルではない。そう、電気で走っているバス。これがね、チェコの街、これプルゼニュに限らず、チェコの街にはたくさん走っていました。チェコの街というか、旧共産圏ですね。には、今でも残っている交通システムですね。日本でも、ちょっと正確なことは、ポンと忘れているのですけれども、長野と富山を結んでいるアルペンルートの中のトンネルの中に、多分トロリーバスがあったと思います。あれは今でもあるのかな？廃止になったのかな？完全電気バスになったのかな？ちょっとそれはあやふやな知識で今喋っていますけれども、それ以外だと街中にも、昔はあったんですよね。高度経済成長の頃までは、東京都内でも多分2路線かぐらいあったと思います。僕が住んでいる荒川区内にもその路線がありました。ありましたというか、僕の生まれる前に廃止になっているので、直接的には見ていないのですけれども、資料とかで見ることはあります。そう、それがね、この旧共産圏、チェコにおいては、まだまだ現役で走っていると。そう、もうこれ見たときね、すごい感動しましたね。ただね、この旅の中で、このトロリーバスに乗る機会は残念ながらありませんでした。何度も見てはいたのですけれども。そしてまた同じくバスの中からの風景ですね。僕も何度も言っていますけれども、僕は鉄オタなんですよ。鉄道が大好きなんですよ。乗るのも撮影するのも。そうでね、こうやってね、ただ見えるだけで、貨物列車がこう正面の方に見えただけでもう大興奮でした。一人で大興奮でしたね。さあ、無事にプルゼニュの町に着きました。宿泊したホテルは、ピルスナーウルケルの工場のすぐ近くにある宿です。工場自体はこの翌日に見学に行っています。で、こうしてみますとね、この前、この8月と10月と、タイのホテル、たくさんと言っても1、2、3、4、5、6、7、8、9、9箇所かな
多分9箇所泊まったと思うのですけれども、どうしてもこうね、安いホテルを選んで泊まったので、やっぱりここまでね、高級感があるところではないところでした。でね、こういう写真見るとね、なんかやっぱりヨーロッパだなと、タイとは違うなというようなことを思わせてくれますね。これいくらぐらいなんだろうな、一泊すると。僕自身がお金を出してないので、ご招待だったので、ちょっといくらかはわかんないんですけれども、多分そこそこのお値段はすると思います。さあ、こんなホテルに泊まりまして、お昼ご飯を食べに行きました。お昼ご飯そうですね。プラハには朝の9時5分に着いていますので、朝ごはんは機内食で、ターキッシュエアラインズの中で食べて、プラハからプルゼニに移動してきて、お昼ご飯を食べに行きます。で、ここでみんなでぞろぞろと街中を歩いて移動していくわけですが、また言いますけど、僕、鉄オタです。撮り鉄でもあります。写真撮影、鉄道の写真撮影するの大好きなんですね。ということもありまして、このみんなで歩いている、その隙をついて、こんなね、撮り鉄活動もしていました。先ほどのトロリーバスご覧いただきましたけれども、トロリーバスだけでなくて、路面電車もたくさん走っています。都市間移動は、通常の鉄道。で、都市内、街の中での移動は、路面電車と、トロリーバス。トロリーバス以外にも普通のバスもあります。様々な公共交通機関がありますね。そして、その小さな公共交通機関ですね。この路面電車とかトロリーバスとか普通のバスというのが、チェコの街の中では充実しているなという印象です。今ね、日本では路面電車がある街はやっぱり少ないです。バスは各街にはありますけれどもね。そしてトロリーバスは街にはないです。チェコに行くと、鉄道好きの人はもうかなり興奮すると思います。そしてね、鉄道だけでなくて馬車もいました。さあ、街中を進んでいきます。街中はもうね、至るところがおとぎの国のような雰囲気の建物ばかりで、おそらく、そこまでね、観光地しているエリアではないとは思うのですけれども、それでもこんな綺麗な街並みなんですよ。さあ、そんな中で、お昼のレストランに到着しました。このね、チェコのプルゼヌの街にある建物には、地下室があるところが多いそうなんですね。で、これは昔は、この地下室を貯蔵庫とか、あと地下室に井戸を掘って、そこから飲料水の確保をしていた、というような歴史があるそうです。で、今では、この地下室を様々な用途で利用していると。普通にね、倉庫として使っている家もあるでしょうけれども、ここの場合には、レストランとして活用していました。チェコの料理、あんまり日本でチェコ料理を扱っているお店というのはないですよね。東京だと四谷にダーシェンカっていうお店があります。それ、その他にもあるのかな、僕はあんまり知りませんね。有識者の方がいらっしゃったらぜひコメントで教えてください。チェコの料理、こういうね、スープがね、むちゃくちゃ美味しかったんですよ。毎食毎食このようなスープを飲んでいました。そしてメインは、これは鹿肉バーガー。ただね、これはね、チェコ料理ではなくて、なんかインターナショナル料理というような言い方をしていましたね。無国籍料理というような感じでしょうか。このね、鹿肉、結構ごつかったです。
普通のバーガーで見えにくくはなっていますけれども、しっかりお肉入っています。そしてビールですね。やっぱりチェコといえばビール。なんですけれども、僕はお酒を飲まないので、ビールではなくて、いつもコーラで乾杯をしていました。これがね、レストランの建物ですね。ホテルなんですけれども、こう地下と多分1階部分もレストランだったんじゃないかなというふうに思います。やっぱり可愛い建物ですね。さあ、昼食後は、今度ガイドさんがつきまして、街歩きツアーとなりました。で、そのツアーの最中も、やはりこの鉄オタ魂がうずきますので、路面電車を見ると撮影しちゃいます。撮り鉄活動をしていました。これはいわゆるラッピング車両なんですよね。ARC ロボティックスドットチェコ CZ。何の会社だろう。そしてね、路面電車の車両もね、古い車両から新しい近代的な車両までいろいろなものがあります。これから何枚か出てきますので、ぜひその車両にも注目していただきたいと思います。これもちょっと古めだけれども、ちょっと古めのやつですね。僕このプレゼンではこのタイプの車両が一番好きでしたね。なんかね、パブという看板があって、これがチェコらしいなというふうにこの写真を見るたびに思います。これは教会ですね。聖バルトロメオ教会。プルジェネの町の中心部にある教会です。ちょっとね、写真ではね、見切れちゃっているのですけれども、この右側に塔がありまして、この塔の高さが102.6メートル。チェコ国内の教会では最も高い高さだそうです。で、この教会の周りにも可愛い建物がたくさん並んでいました。さあ、で、聖バルトロメオ教会の中に入っていきましょう。こちら見学可能です。ちょうどね、夕日が差し込んで、いい光になっていました。もうね、教会の中もどこを見ても絵になるんですよ。こうついついね、もう何枚も何枚も撮影したくなるような、本来は祈りの場なのでしょうけれども、一観光客としては、もうね、興奮しながら撮ってました。そして、この教会の周りではクリスマスマーケットが開かれていました。ちょうど12月に入った時だったんじゃないかと思います。クリスマスマーケットのスタートの時期。これはね、鍛冶屋さんですよね。で、クリスマスマーケットはまた後でやります。また街の中に入っていきます。これは、時計がね、止まってるんですけれども、動いていない時計ではあるのですけれども、こんなね、時計が街中にあると。そして、これ、道路のとこをよく見てみると、路面電車の線路があるのがわかると思います。さあ、これがツアーご一行ですね。大体僕はみんなの後ろの方を歩いていて、そして路面電車を見かけたら、さっと撮ると。そんな撮り鉄活動をしていました。クリスマスマーケットを抜けていきます。またね、これね、トロリーバス。日本の街中では走っていないトロリーバス。上の電線から電気が供給されています。乗りたかったな、これ。乗れなかったんですよ、この旅では。
トロリーバスとトロリーバスのすれ違い。これ右側のトロリーバスを見ると連接車両なんですね。やっぱり新しい車両です。トロリーバスでも新型車両が導入されていますね。さあ、こちらが、アドルフ・ロースという方。これは20世紀を代表する建築家だそうです。チェコの建築家だそうです。で、その人が手掛けた部屋、ということです。こちらね、見学可能になっていまして、実はチェコは旧共産圏です。以前は共産党政権だったわけなのですけれども、その時代には、党に知られないように、この部屋が隠されていたそうです。なぜ隠されていたのかと言いますと、ここにある、豪華な品々、これが党に持ってかれちゃうからですね。こういう贅沢が許されなかった時代というのがあった、ということだそうです。で、中には、これは昔のですね、旧共産圏時代であっても、日本の浮世絵も飾られていたそうです。今、現在はここに飾られているのは本物ではなくて、レプリカ。アドルフ・ルースという方ですね。アドルフ・ロースという方ですね。さあ、この部屋の見学を終えて、また外に出ました。ついつい、僕はもう撮り鉄メインですね。これ見ると、お客さんすごい乗ってるのがわかりますよね。並んで行列をして乗り待ちをしているというのがわかるかと思います。そしてこちらの建物は、ユダヤ教の街道だそうです。シナゴーグ。ユダヤ教だそうです。さあ、街巡りもまだまだ進んでいきます。何気ない路地なのですけれども、絵になりますよね。こういうね、建物の中の、トンネル的なもの、こういうのもたくさんありました。これは、ビール醸造博物館。チェコのビール作りの歴史を学ぶことができる博物館です。ここにはやたらリアルな人形もありまして、これもちろん左側が、人形で右側が人間です。人です。ツアーの参加者です。プロガーツアーの参加者の方。なんかね、この左側の人は嫌なことが仕事であったのかもしれませんね。で、夜になってビールを飲みながらちょっと管を巻いていると。そこに励ましの女性が現れたなんて絵柄でしょうか。ここはなんか麦を鳴らす設備ですかね。これ本物の麦がここには置かれていて、ちょっと見えますかね。中央やや下のところに、これ鉄製の器具だと思うのですけれども、これでなんかこう麦を鳴らすことができるようになっています。これね、実際に体験することができます。そして、この博物館の入場券の半券、これを持って、近所のその近くにあるバーを訪れると、提携しているバーであると、ビール一杯無料になります。僕はビール飲めないので、ほんの一口だけいただきました。さあ、日も暮れてきました。また町の中心部にある聖バルトロメオ教会にやってきました。これだと、102.6メートルの塔、はっきりとわかりますね。さあ、ナイトマーケットの中に入っていきましょう。やっぱりナイトマーケットは昼間よりも夜の方が魅力的に映るかと思います。このナイトマーケットには、食べ物のお店だったり、民芸品だったり、移動遊園地だったり、
また、なんて言うんでしたっけ、ストリートミュージシャンみたいな人もいたり、お土産屋さんもあったり、などということで、子供から大人までも楽しめるようなエリアになっていました。これね、ちょうど左側にはメリーゴーランドもありますね。これがね、この広場の中心部にある幸せを祈る鐘ということで、これ誰でも自由に鐘を鳴らすことができます。結構行列ができていましたね。夜になってから、もうちょっと暗い時間になってからだと。いくつかクリスマスマーケットの中のお店を見ていきましょう。こちらは帽子屋さん。チェコの人、なんか割とやっぱり帽子をかぶっていたというイメージがあります。やっぱり寒い地域ですからね。これからの寒い季節。これ今12月の1日かな ?2 日かな。とにかく12月初めだったんですよ。でももちろん寒かったです。で、日本の真冬くらいの、寒さだったというような、印象を持っています。で、何日かここのチェコに滞在しまして、1週間ちょっとかな滞在して、で、僕たちが帰国した直後に大寒波が訪れたそうなんですね。死者が出るくらいの。そう、そのね、寒波が来る前に帰国したので、チェコの本格的な冬というものは体験せずでした。それだけね、これね、寒くなったらね、こういうような帽子が必要になってくるんでしょうね。クリスマスツリー。すんごいでっかいクリスマスツリーが広場の中心部に置かれていました。これはもうマーケットの端っこの方かな。やっぱりもう何気ない風景なんですけれども、多分地元の人たちですよね。親と子供がいて、そして歩いている人がいて、で、さらにバス。これは普通のバスかな、トロリーじゃないやつかな。で、道にはクリスマスのイルミネーションが装飾がされていると。すごいいい雰囲気でしたね。これはね、クリスマスマーケットがある教会の、そう、マーケットがある方向と反対方向だと思います。それでもね、いいですよね。うん。ヨーロッパのクリスマスの時期はやっぱり素敵です。さあ、そして、街歩きを終えて、最後にこの日の夜ご飯、みんなで一緒に食べて、終了となりました。もちろんみんなはビールです。基本ね、ビール好きのブロガーさんたちが、お酒好きのブロガーさんたちが選ばれていました。そんな中でお酒を飲まない僕も選ばれているという、非常に、面白い。そんなね、ちょっとね、非対称的な、選考もあったみたいですね。さあ、ということで、今日はチェコの旅の初日の模様をご覧いただきました。チェコというのは、僕自身もこの時初めて訪れています。そしてその後、訪れることは、ない。訪れてはいない国ですね。2016年なので、今から8年前のことです。またね、もしも行く機会があったら、
ぜひ見て、ぜひ行ってみたいとは思いますけれども、なかなかね、ヨーロッパはね、さすがにね、踏ん切りがつかないですね。今のね、ちょっと円高だと、1回の食事も多分2000円とか3000円とかいっちゃうんじゃないかなというふうに思います。今現在の僕の場合だと、やっぱりね、アジア。東南アジアを中心に、いろんな国を回ってみたいとは思います。いつかチェコに行きたいなと思いつつ、今回のライブ配信でのお話となりました。今日がチェコ1日目だったので、まだね、あとね、数回続きます。で、次回は、皆さんお待ちかねというか、ビール好きの方、チェコといえばビール、そしてビールといえばピルスナーウルケル。ということで、ピルスナーウルケルの工場の中の様子もお話ししたいと思います。ここまでたくさん写真撮っていますので、ビール好きの方はきっと楽しむことができるかと思います。ただね、見てるだけではきっと飲みたくなっちゃうんじゃないかなとも思いますね。僕以外の参加者の方は、この見学中にも何杯もビールを飲んでいました。そう、ビールを飲みながら、各所でビールを飲みながら見学ができるというビール好きにはたまらない施設だと思います。それはね、次回、今日が15だから、16、17、18、10月18日金曜日22時からまたライブでお話しします。ということで、今日はね、チェコのお話、最近はずっとね、タイについてのお話が続いていましたので、ガラリと雰囲気を変えてお伝えしました。メイン動画の方では、毎週水曜日と土曜日に動画をアップしていきます。これは2024年10月のタイ旅のシリーズ。今度の土曜日からは10月の第1回目ですね、初日の様子をアップいたします。そして、ライブ配信ではしばらくチェコの様子をお伝えしていきます。このね、日本線でしばらくは行きますので、様々な国のタイとチェコという全然違う国の様子を楽しんでいただければと思います。ということで、今日はこの辺にしましょう。大体ね、いつもね、30分を目安にライブ配信をしていますので、34分か。ちょうどいいぐらいですね。ではでは、今日はここら辺にしましょう。おやすみなさいですね。また次は、金曜日。10月18日金曜日の夜にお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。